皆さんこんにちは。ずんだもんなのだ。今日はイギリスのみんなに向けて世界のニュースをお届けするのだ。今回紹介するニュースは全部で3つ。その中でもまず注目してほしい一押しニュースがあるのだ。銃規制の世界的模範と言われてきたオーストラリアでそのイメージを揺るがす事件が起きたのだ。1996年のポートアーサー銃乱射事件をきっかけにオーストラリアは65万丁以上の銃を買い戻して世界でもトップクラスに厳しい銃規制を作った国なのだ。でも今回シドニーのボンダイビーチで行われていたユダヤ人のハヌカー行事が襲撃され15人が亡くなるという痛ましい事件が起きてしまったのだ。銃規制活動家のローランド・ブラウンさんは実は民間人が持つ銃の数は減っていないどころか今では400万丁を超え一部の人に集中していると警告しているのだ。この事件を受けてアルバニージ首相たちは全国的な新たな銃の買い戻しや一人が持てる銃の数の制限、市民権の要件、州をまたいだ情報共有の強化など追加の規制を約束しているのだ。悲しい出来事を二度と繰り返さないために法整備を進めようとしているというニュースなのだ。それではこの後他のニュースも合わせて見ていくのだ。イギリスはヨーロッパ北西部にある連合王国で首都はロンドンなのだ。かつて大英帝国として世界に影響を与え今は立憲君主制と議会制民主主義で統治されているのだ。人口は約6700万人。金融やサービス業、ものづくりや音楽、文学など文化が豊かで EU 離脱後の経済影響やスコットランド独立論、物価上昇が注目されているのだ。一つ目のニュースなのだ。銃規制の世界的模範とみなされたオーストラリア、ボンダイがより複雑な現実を浮き彫りにという記事なのだ。オーストラリアは1996年のポートアーサー銃乱射をきっかけに世界有数の厳しい銃規制を導入し65万丁以上を買い戻した国なのだ。でも今回シドニーのボンダイビーチでユダヤ人のハヌカー行事が襲撃され15人が死亡しその現実が揺らいだのだ。銃規制活動家のローランド・ブラウンさんは州所持は減っていないどころか指摘銃が400万丁々に増え一部の人に集中していると警告しているのだ。事件を受けアルバニージ首相らは新たな全国的な銃買い戻しや所持数制限、市民権要件、情報共有強化など追加規制を約束し悲劇を教訓に法整備を進めようとしているのだ。二つ目のニュースなのだ。速報。議員らエプスタイン文書の黒塗りを批判。司法省は金曜が全資料公開の期限だったが数千件が未公開という記事なのだ。アメリカ司法省が性犯罪者ジェフリー・エプスタインの捜査資料のうちごく一部の約3ギガ分3965ファイルだけを公開したのだ。だが多くが真っ黒に塗りつぶされ全体の約300ギガと比べて 1% 程度しか出ていないのだ。被害者や議員たちは透明性を求めるエプスタインファイル透明法に反すると強く批判しているのだ。民主党議員らは司法長官間ボンディの弾劾訴追案まで準備中で政治的な見方を守り敵を目立たせていると非難しているのだ。司法省は被害者保護や捜査継続のための編集だと説明するが被害者側は30年もかかった上にまだ真相が隠されているとして全資料の完全公開を求め続ける構図になっているのだ。3つ目のニュースなのだ。スティーブ・ローゼンバーグ。ヨーロッパでの戦争に関する私の質問に対するプーチンの返答は和解の申し出だったか。ロシアの首脳は当社ロシア担当編集者にヨーロッパ攻撃計画という主張はデタラメだと語ったという記事なのだ。BBC ロシア編集長のスティーブ・ローゼンバーグさんがモスクワでプーチン大統領に生放送で質問したのだ。内容はロシアの未来はどうなるのか、
反対意見の弾圧や新たな軍事作戦は続くのか、だったのだ。プーチン氏は、厳しい外国エージェント法を西側の真似だと正当化しつつ、西側がロシアを尊重し、騙さなければ新たな特別軍事作戦はないと主張したのだ。また、ヨーロッパ侵攻の意図はデタラメだと怒りつつも、ロシアの中長期的な安全保障が保障されれば、直ちに戦闘を停止し協力する用意があると述べ、これが和解のサインかどうかが問われているのだ。ずんだもんなのだ。銃規制の矛盾や資料の黒塗り、対立の行方、どれも安全と透明性、対話が必要なのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけない。けれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。